こんにちは、ホーズライフです。ご覧いただきありがとうございます。今日はシンプルライフの始め方について私なりにお話ししてみたいと思います。部屋が汚いな、片付けなきゃな、そう思いながらも毎日がどんどん過ぎていく。やらなきゃって思うほどになんだか気持ちが重たくなってしまって、もっとシンプルに生きられたらいいのになって思うことがあります。ですが、もう全部捨ててミニマリストになるなんてちょっとそれは無理があるし、そんな急には変われません。すっきりした暮らしに憧れるけど、何から始めていいかわからない方、片付けてもすぐにリバウンドしてしまう方、今日は私自身が取り入れてよかったシンプルライフの始め方3つのコツをお伝えしていきます。壮大な目標ではなく、ほんの少し今の暮らしにじわじわと変化を起こすような、そんなヒントになれば幸いです。最初のコツ、とっておきの1平方メートルを作ること。部屋全体を片付けようとしても、なんだか進んだような、進んでいないような、片付けの成果があまりわからなかったり、途中で疲れて放り出してしまったりすることも私はあります。だからこそおすすめなのは1平方メートルだけ。これならできるって思えるくらい、小さな範囲を集中的に片付けることです。テレビ台の上、ダイニングテーブルの上、カウンターの一角、好きなところからとっておきの空間を作っていきます。皆様はご経験ありますでしょうか？片付けた後の行き先問題。片付けるのはいいんだけど、その後どうしよう。別になくても問題ないけど、捨てるのはなんかもったいない。なくてもいいものは捨てなさい。そう言われてしまいそうですが、悩んで進まなくなるくらいなら、クローゼットに押し込んでしまう。これが私のおすすめです。今でこそ物をどんどん手放しますが、もともとは全然手放せないタイプでした。一箇所片付けたのはいいものの、その分クローゼットが山積みになっていく。家の中で物が移動しているだけです。これ意味あるのかなって思うこともありましたが、今ではそれでよかったかなって思います。とっておきの小さい空間が少しずつ広がっていくうちに、それじゃあ次はここのスペースも整えようってだんだん前のめりに手が進むようになっていって、気づいたら我が家のものは当時の半分くらいに減っていました。空間をシンプルに見せる裏技もあります。おすすめは2つ。1つは物を1箇所に集約させることです。バラバラと置くよりも1箇所にまとめた方がすっきり感が出ます。丁寧に整えなくてもいいので、同じ種類のものをカゴなどにごっそり入れてしまう。2つ目は色を揃えてみること。バラバラな色が点在していると物が多いように感じますが、これを同色系で揃えてみる。まるでトリックアートのように統一感が出ます。まずは小さな1平方メートルから、ぜひとっておきのお気に入り空間を作ってみてください。気軽に始めて心地よさに浸る。これがシンプルライフの第一歩だと思います。2つ目のコツは物足りなさを作ること。収納でも空間でも余白があるとパズルみたいに埋めたくなってしまう。これは人間の本能的な習性なんだそうです。
だからこそそんな本能に抗ってみる。おすすめは腹8分。ちょっと物足りないかもって感じるくらい視界から物を減らすことです。最初は違和感を感じるんですが、数週間ですっかり慣れます。ひとまず視界に映るものを8割に減らす。残り2割は手放すか見えないところにしまう。ここで2つほどおすすめの基準があります。一つは使用頻度。例えば毎日使うもの以外は全収納する。自分なりに使用頻度でマイルールを決めます。パターンを作ってしまえば途端に楽に。2択だから簡単です。毎日使うのか使わないのか、イエスかノー。あれこれ考えなくて済むのでサクサク進むようになりました。そしてもう一つはお急ぎ度で決める。これもおすすめです。使いたいって思った時に1秒でも早く手に取りたいものなら、それはそのまま出しておく。引き出しを開ける数秒なら待てる。そういうものは収納してしまう。使用頻度とお急ぎ度、この2つを組み合わせたらだいぶスッキリが叶いました。部屋を満腹にさせず腹8分に。慣れてきたらそこからさらに腹8分。自分の本能にちょっとずつ抗っていくうちに、少ないことが私のスタンダード、そう感じるようになってきました。身軽で自由で楽。少ないものを丁寧に最後まで使う気持ちよさ。これは紛れもなくシンプルな暮らしが見せてくれた景色なんだと思います。ぜひ引き算から生まれる新しい世界、楽しんでみてください。最後のコツは内なる声に耳を傾けること。物を減らしてもリバウンドしてしまった。買い物で失敗を繰り返してしまった。シンプルな暮らしがうまくいかないなーってもどかしく感じることがありました。当時の私には決定的に欠けているものがありました。それが自分の内なる声です。社会に出てからでしょうか、他人の目ばかりを気にするようになって心に蓋をするようになっていた気がします。それが大人になることだって思っていましたが、いつの間にか自分らしい価値観とかこだわりが自分自身わからなくなってしまった気がします。買い物に行ってもこれがいいじゃなくてこれが無難、そんな風に選ぶ。シンプルライフの本質をつかむためには内なる声に耳を傾けることが大切だと感じます。誰かのライフスタイルをなぞるのではなくて、本通りに真似するのでもなくて、これが好き、これが私のこだわり、自分にとって大切にしたいものは何なのか、これが分かっていないとそぎ落とすものも分からなくなってしまいます。内なる声に耳を傾けてからは自分自身が分かるようになってきました。どんな服を身にまとっていたいか、どんなものに囲まれていたいか、どんな空間でどんな気持ちで毎日を過ごしたいか。物の見直しはそういった内なる声を拾い上げる絶好のチャンスだと思います。例えば着なくなった洋服はたくさんのヒントをくれました。着ないからもう捨てようって終わりにせずに、もう一歩だけ掘り下げてみること。なんで着なくなったんだろう。その中に内なる声が潜んでいたりします。この生地ゴワゴワして着心地悪かったんだよなとか、この柄飽きるの早かったなとか、ちょっとしたことで OK。
これが苦手、これが好き。そういう小さな感情を一度言葉にしてみると、そこに見えてくるものがあります。自分らしい感性で物選びができるようになったら、自分らしい部屋を作りたくなりました。自分らしく暮らしを整えたくもなりました。そして大事なことがもう一つあります。心からのお気に入りを見つけたら、毎日のように使っていくこと。美しいなって思うお皿はお客さん用としてしまっておかずに、毎日の食卓で使ったり、好きな洋服は特別な日だけではなく、日常でたくさん着る。平坦な毎日が特別な日々に変わりました。物が少なくてもこれさえあれば大丈夫。そんな豊かな気持ちになれる。そこにシンプルライフの醍醐味があるような気がしています。今日ご紹介したシンプルライフを始める3つのコツ。とっておきの1平方メートルを作る。物足りなさを作る。内なる声に耳を傾ける。独断と偏見でお話しさせていただきました。皆様もシンプルライフのコツ何かありますでしょうか？ぜひコメントでお教えいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまたお会いしましょう。